こちらでは、女子高校生、ユキコの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、放課後の秘密。夕焼けが校舎の窓ガラスをオレンジ色に染め始める頃、ユキコは人気のない校舎裏の片隅に立っていた。渡り廊下の柱の影、剥がれかけたペンキの壁。どこか物寂しいその場所で、ユキコは何度も小さく息を吐き、手に握りしめた便箋の角を指でなぞっていた。先輩は来てくれるだろうか。心臓が早金のように打ち、喉はカラカラに乾く。今日まで遠くから見つめることしかできなかった憧れの先輩、春樹を生まれて初めて二人きりで呼び出したのだ。返信のメッセージを見たとき、信じられない気持ちと、どうしようもない緊張で、全身が震えた。遅れて、春樹が少し息を切らせて現れた。夕焼け色の光が、先輩の少しだけ汗ばんだ横顔を照らしている。ユキコは、その眩しさに一瞬目を奪われた。ごめんユキコ、遅くなった。優しい声が、鼓膜を震わせる。ユキコは慌てて首を横に振った。大丈夫です。来てくれてありがとうございます。精一杯の言葉だった。もっと落ち着いて話したかったのに、声が少し震えてしまったのが自分でもわかる。手紙、ありがとうね。春樹は、ユキコが昨日、下駄箱に入れた手紙を手に持っていた。少し照れたような、でもどこか心配そうな表情で見つめられている。今だ。ユキコは、何度も頭の中で繰り返した言葉を、勇気を振り絞って口にした。実は今日、春樹先輩にお伝えしたいことがあって。そう言うと、ユキコはさらに強く手紙を握りしめた。春樹は、真剣な眼差しでユキコを見つめている。その視線が、ユキコの背中をそっと押してくれた気がした。私、ずっと、春樹先輩のことが好きでした。言葉は、震えながらも、はっきりと届いたはずだ。ユキコは、春樹の目をまっすぐ見つめた。春樹は、予想していなかった言葉に、ほんの少しだけ目を見開いた。先輩の優しいところとか、困っている人を助けるところとか、時々見せる笑顔とか、全部、すごく憧れていました。卒業してしまう前に、どうしても伝えたくて。席を切ったように、言葉が溢れ出す。伝えたい思いが、胸いっぱいに詰まっていた。ユキコは、手に持った手紙を、少しだけ春樹の方へ差し出した。これは、私の気持ちを書いた手紙です。もしよかったら、読んでください。春樹は、しばらくユキコの瞳を見つめ、ゆっくりと手を伸ばして手紙を受け取った。その指先が、ほんの一瞬だけ触れた。ユキコは、そのかすかなぬくもりにドキッとした。ありがとう、ユキコ。こんな風に思っていてくれてたなんて、知らなかった。春樹は、手紙を大切そうに握りしめた。その表情は、真剣そのものだった。今、すぐにどうこうって答えは出せないけど、ちゃんと読むね。真剣に受け止めるよ。春樹の言葉に、ユキコの胸の奥に、小さな光が灯ったような気がした。はい、ありがとうございます。二人の間に、しばしの沈黙が流れた。校舎の向こうに沈む夕日は、空を茜色から紫へとゆっくりと染め替えている。風が、二人の間を静かに吹き抜けていった。今日は話してくれてありがとう。俺も、ユキコのこと、ちゃんと見ているつもりだよ。春樹は、少し照れたように微笑み、ユキコに軽く会釈した。その笑顔は、ユキコにとって、何よりも優しい光だった。じゃあ、俺はこれで、また連絡するね。はい、ありがとうございます。春樹は、もう一度軽くうなずき、夕闇に包まれ始めた校舎の間を歩き出した。ユキコは、その背中を、いつまでもいつまでも見つめていた。ゆっくりと息を吐き出すと、心の中にほんの少しだけ、温かいものが残った。今日、確かに自分の気持ちを伝えることができた。それだけで十分なのかもしれない。ユキコは、空を見上げた。夕暮れの空に星が一つ、また一つと輝き始めていた。さて、
今回はですね、あなたが読まれた短編小説放課後の秘密について、一緒に深く見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これ舞台が高校生の男女、そして夕暮れの校舎裏っていうのがもう何とも言えない雰囲気ですよね。甘酸っぱいというか少し切ない感じもしますね。物語は主人公のユキコがですね、憧れの春樹先輩をこれ初めて二人きりで読み出すんですね。そうなんです。手紙をギュッと握りしめて待ってる来るか来ないかみたいな心臓の音が聞こえそうな緊張感、誰かを待つ間の独特の時間の流れってあなたも経験あるかもしれませんね。ありますね。で、ここでのポイントはやっぱりその行動を起こしたことだと思うんです。行動ですか？はい。ただ遠くから見てるだけじゃなくて、自分で関係を変えようと一歩踏み出した。このユキコの決意と、それに伴うドキドキ感、そこがまず描かれていますよね。なるほど。そしてついに春樹先輩が現れる。そうですね。ちょっと息を切らせて夕日に照らされた横顔が印象的で、その描写効いてますね。ユキコはもう声が震えちゃうくらい慌ててしまうと、このあたりすごくリアルじゃないですか。初々しさがよく出てますね。ただユキコの反応だけじゃなくて、春樹の登場の仕方。登場の仕方ですか？少し遅れて息を切らしている。これがもしかしたら彼女の性格とか、あるいはこの読み出しをどう捉えていたかなんていうのを少し匂わせてるのかもしれない。なるほど。単なる描写じゃないかもしれないと。そういう深読みもできますね。そしていよいよ告白の場面です。私ずっと春樹先輩のことが好きでしたって。勇気を振り絞って。ただ好きって言うんじゃなくて、優しいところとか人を助けるところ、笑顔とか具体的な理由もちゃんと伝えてるんですよね。そうなんです。そこが重要で、理由を添えることで単なる感情の勢いだけじゃなくて、相手への敬意とか自分の気持ちが本物なんだっていう真剣さが伝わるわけです。確かに。それに卒業前にっていう時間制限、これがまた切実さを増してますよね。そうか。だからこそ今伝えなきゃって。それが告白の説得力を高めてると思います。そして手紙を差し出すシーン、指先が触れる瞬間の描写、あれドキッとしますね。しましたね。で、それに対する春樹な返答。今すぐにどうこうって答えは出せないけど、ちゃんと読むね。真剣に受け止めるよ。これどう解釈しましょうか？これは誠実な保留とでも言うべき対応ですね。誠実な保留。即答しないことで逆にちゃんと考えてくれるんだなっていう、相手の気持ちを真摯に受け止めようとしている、そういう姿勢が見えるかなと。なるほど。確かに誠実さは伝わってきます。でもちょっと意地悪な見方をすると、これって優しさから来る、なんていうか断るための一種の猶予期間みたいな。それはそういう見方もできませんかね。ちょっと期待させちゃう危うさもあるような。それは非常に重要な視点ですね。受け取るユキコの立場からすれば、誹謗と不安が入り混じるすごく不安定な状態に置かれるわけですから。ですよね。だからこの曖昧さこそが物語の続きを想像させる部分でもあるんですけどね。その後の沈黙、茜色から紫に変わっていく空、静かに吹く風、この情景描写がすごく効いてますね。そうですね。言葉のない時間のその場の空気が伝わってくる。二人の感情の揺れ動きみたいなものが、まさに言葉のない対話というか、この美しいけど少し物悲しい風景が告白という大きな出来事の後の要因と二人の関係の不確かさみたいなものを象徴しているのかもしれません。深いですね。そして別れ際、春樹は話してくれてありがとう、俺もユキコのことちゃんと見ているつもりだよって言うんですよね。このちゃんと見ているつもりだよっていうことは、これはユキコにとってどうだったんでしょう？救いになったんでしょうか？それは大きかったはずですよ。見ているつもりっていうちょっと含みのある言い方ではありますけど、確かにつもりってところが。でも少なくとも自分の存在がちゃんと認識されていたんだと、一方的な思いじゃなかったのかもしれないっていう、そういう安堵感とほんの少しの希望を与えたんじゃないでしょうか。なるほど。単なる温め以上の何か関係性の可能性を示唆する一言だったと言えるかもしれません。そして最後、ユキコは自分の気持ちを伝えられたことに達成感みたいな温かい気持ちを感じる。で、
それだけで十分なのかもしれないっていうモノローグが入りますね。印象的なモノローグですね。星が輝き始めた空を見上げて物語は終わる。これは清々しさとか未来への希望みたいなものを感じさせますね。そうですね。結果がどうであれ、行動したこと自体の価値、自分の気持ちに正直でいることの尊さ、それを描いているのかなと思います。この物語から私たちが受け取れるメッセージの一つは、やっぱり不覚な状況でも勇気を出すことの意味なのかもしれないですね。勇気ですか？そこであなたに問いかけてみたいのですが、結果がどうなるかわからない中でそれでも一歩を踏み出す勇気、それはあなたにとって何を意味するでしょうか？なるほど。あるいはこの物語みたいに特定の場所とか時間帯、例えば放課後とか夕暮れ時とか、そういうものが感情的な出来事の深さとか記憶の残り方にどう影響すると思いますか？ちょっと考えてみていただけると嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございます。ゆきこのプロフィールはこちらです。ハンドボール部に所属している17歳の元気な高校生です。彼女のイラストギャラリーとショートアニメ動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。